本日もツーガイドにご来園ありがとうございます。本日も市川市動植物園のパンチくんと最近生まれたばかりの赤ちゃんザルたちを動画に収めました。ぜひ最後までご覧ください。動物にとって苦味を感じることはとても重要な感覚です。それは植物の中に含まれる毒性物質や体に害のある成分を見分けるための仕組みだからです。ニホンザルにもこの苦味を感じ取るための遺伝子TAZ2R38 が存在しています。研究の結果、ニホンザルの間にはこの遺伝子のタイプに違いがあり、12箇所の変異と13種類の遺伝子型が確認されました。特に紀伊半島の集団では遺伝子の開始部分に変異があり、その個体は苦味を感じる能力が大きく低下している可能性が示されました。実際に行動実験を行うと、この変異を持つ個体は苦味物質に対する反応が弱く、通常の個体よりも強い苦味でも反応しにくいことが分かりました。さらに細胞レベルの実験でも、同じ個体では受容体そのものがほとんど働いていないことが確認されています。つまりこの変異は苦味を感じにくい体質をはっきりと生み出していると考えられます。一方で他の地域のニホンザルではこうした大きな機能低下は見られませんでした。このことからニホンザルの苦味感受性には地域ごとの違いがあり、それが実際の食べ物の選択にも影響している可能性があります。苦味受容体は植物に含まれる成分にも反応します。そのため、この違いは地域ごとの食性や食べ物の違いに応じて菜食行動そのものが変化している可能性を示しています。ニホンザルの群れの中で少し珍しい行動が観察されました。それはニホンムササビが飛んできた時の反応です。ムササビは木から木へと滑空しますが、その姿が空から急降下する猛禽類に似ているためか、猿たちは強い警戒反応を示しました。ムササビが現れると、周囲の猿たちは一斉に威嚇の声を上げ、中には
激しく追いかけたり攻撃的な行動をとる個体もいました。特に順位の高いオスやメスほどこうした攻撃的な反応を示す傾向が見られました。一方で子供の猿は悲鳴を上げ、母親はすぐに子供を抱き寄せて身を守る行動をとっていました。興味深いのは、ムササビは実際には猿を襲う捕食者ではないという点です。それにもかかわらず、猿たちは捕食者らしい動きに反応してしまうのです。ニホンザルは見た目や動きの特徴をもとに危険かどうかを素早く判断している可能性が示唆されます。また一部のオスはこのような状況で目立つ行動をとることで自分の強さを示している可能性も考えられています。ニホンザルは木の実や果物だけを食べているわけではありません。実は草やシダ、キノコ、海藻、昆虫などとてもたくさんの種類の食べ物を食べています。確認された草花だけでも460種類以上、キノコは60種類以上、海藻も食べています。特に草の葉や茎をよく食べることが分かっています。昆虫も排泄な食べ物で100種類以上の昆虫を食べていることが確認されています。一方で魚やカエル、鳥などを食べることはあまり多くありませんでした。さらに地を食べる行動も各地で確認されています。ニホンザルは日本全国で1000種類以上もの植物や動物を食べていることになります。ニホンザルはその土地や季節に合わせながら身近にあるさまざまな食べ物を上手に利用して暮らしているのです。ニホンザルにとって顔はとても重要な情報源です。誰なのか、どんな感情なのか、敵か味方か。猿たちは顔から多くの情報を読み取っています。では、その能力はいつ頃から備わるのでしょうか。この研究では、生後2から4ヶ月ほどのニホンザルの赤ちゃんを対象に、顔の見方を調べる実験が行われました。実験では、猿の顔写真をモニターに映し、顔全体が大きい写真と目、鼻、口だけが大きい写真を見せて、どちらを長く見るのかを調べました。その結果、赤ちゃんザルは顔のパーツが大きい写真をより長く見る傾向が確認されました。顔全体の形だけではなく、目や鼻といった顔の中心部分そのものに強く注意を向けている可能性があるのです。また、年齢による大きな違いは見られず、
かなり早い段階からこうした顔への敏感さが備わっていることも示唆されました。社会生活を送るニホンザルにとって相手の顔を素早く認識する能力が非常に重要であることを示しているのかもしれません。映像の通り、新しい遊具が追加されました。ニホンザルのグルーミングでは、取り除かれるものの約 98.9% がシラミ属の卵であることが分かっており、シラミの生態とグルーミング行動には深い関係があると考えられています。シラミが年齢によってどの程度寄生するかについては、これまで十分に分かっていませんでした。そこで福島県で捕獲されたニホンザルの皮膚を顕微鏡で観察し、体毛上にあるシラミの卵の数を調べました。対象は幼児、幼体、亜生体、成体といった年齢ごとに分類しました。その結果、年齢によってシラミの卵の数に違いがあることが分かりました。特に幼体では成体よりも多くの卵が確認されました。これは毛の状態や歯の生え変わりなどによって卵が取り除かれにくいことや社会的な関係の変化によってグルーミングの機会が変わることが関係していると考えられます。ニホンザルは年齢によってシラミの規制のされやすさが異なる可能性が示されました。猿の社会では順位によって行動できる範囲が大きく変わります。特に低い順位のメスは餌場では思うように食べ物を得ることができず、群れの中心から離れた場所で採食や休息を行うことがあります。そのため生活の一部はどうしても群れの外側へと広がっていきます。一方で猿にとって毛づくろいなどの社会的な関わりは群れのつながりを保つために欠かせない行動です。もし個体同士の関係が途切れてしまえば、群れそのものが分かれてしまう可能性もあると考えられています。では実際に順位によって生活の場所は
どれほど違うのでしょうか。観察の結果、中高順位のメスは菜食も休息も毛づくろいもほとんど餌場の周辺で行っていました。それに対して低順位のメスは菜食や休息のために餌場から離れた場所へ移動することがありました。しかし興味深いことに毛づくろいだけは例外でした。低順位のメスであっても毛づくろいを行う場所は中高順位のメスとほとんど変わらず餌場の周辺に集中していたのです。食べる場所や休む場所には違いがあっても仲間と関わる場所は共有されていたということになります。このことはたとえ生活の制約を受ける個体であっても社会的なつながりは群れの中心で維持されている可能性を示しています。ニホンザルのメスは20歳を超えると出産の頻度が大きく減ることが知られています。そのため25歳を超える個体はとても少なく、これまで詳しく観察される機会も限られていました。しかし一部の群れには25歳から30歳を超えるような高齢のメスが複数生きていることがあります。こうした個体を対象に日常の行動を長期的に観察した結果、興味深い特徴が見えてきました。まず、休息の時間や毛づくろいなどの社会的な関わりの量は年齢によって大きく変わることはありませんでした。つまり、年齢を取ったから急に活動が減るという単純な変化は見られなかったのです。一方で別の要素がはっきりと影響していました。それが順位です。高い順位にいるメスは体を横たえてゆったり休むことが多く見られました。また、同じ年齢であっても順位が低い個体ほど他の個体から攻撃を受けたり押しのけられる場面が増える傾向がありました。同じように高齢であってもその社会的な立場によって日々の行動や受ける扱いは大きく異なっていたのです。ニホンザルの社会では年齢よりも順位が高齢個体の生活を強く左右している可能性があります。
動物たちは捕食者から身を守ったり、食べ物を効率よく見つけたりするために群れを作って生活しています。しかし、群れの中ではすべての個体が同じ目的で動いているわけではありません。食べたい場所も違えば、移動したいタイミングも違うため、群れは常に一つの塊として動くとは限らず、一時的にバラバラになることがあります。ニホンザルの群れでも、こうした離れたり集まったりの動きが見られます。群れの中には他の個体から大きく離れて行動する個体もおり、その距離は数百メートルに達することもありました。場合によっては一日の中で一度も全員が揃わないこともあります。ニホンザルの群れは常に一体ではなく、状況に応じて分かれたり再び集まったりする柔軟な集団だということです。そしてこの動きには食べ物の分布や環境だけでなく、個体同士の関係も影響していました。特に興味深いのは、離れていた個体が再び集まるとき、低い順位の個体が移動して高い順位の個体に合流する傾向が見られたことです。群れが再びまとまるための動きには、低順位の個体の行動が大きく関わっている可能性があります。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。いつもコメントくださる皆様、ありがとうございます。コメントに助けられて頑張ってます。また次の動画も楽しみにお待ちください。